ディグラドデジョンです。今回はナビブースチャスマックゲーミングというわけなんですけど、こちら小マッチになってて、勝敗関係ないよっていう対戦で、編成とか遊んで攻めてるような感じだったと思います。はい。というわけで早速やっていきましょう。さあ、先行ナビの方からガクスーパーボーラー編成、嘘、スーパーバーバリアン編成でランチャーセットしてますね。クイヒーでこのまま貫通させていくのかな、それとも、キングに合わせてやっていくのかな。シンプルに真ん中ウッドランチャー強そうなんで、真ん中にランチャー通すようなプランでいくんじゃないかなと思います。サイドカットとかもね、くじ入れるかな。入れないんだったらくじの方に戻すのかな。キングはギリギリなとこさまよってますが。インビジブル使って入れなかったですね。なので、後からキングの方にキング入れつつランチャー合わせなのかな。こういう感じになりそうですかね。角度スラッシュのランチャーとかもワンチャンあるかも。オールブレーカーないし。ここからランチャー食い火ある？合流か、ここは、間開けて。なるほど。わかった。そんなことはないよね。やっぱ直進だよな。時代は直進だ。マルチインフェルノとかは、ロイちゃんが管理してくれて、あとはこっちに流していきたいって感じですね。いいトームですね。キングもロイヤルチャンピオンもギリギリかかることができました。おでん像まで折り切りつつ、外周部をスーパーバーバリアンとベビドラで切って内側の方にクイーンをルートを作っていき、直進的ルートができそうですね。さあ、ウッドランチャーは穴を開けてくれました。さあ、ロイヤルチャンピオンブーメランからの出てきたユースゴーレメン。さあ、モノリスのタゲを取ってくれて、いいアイゴレが一発入って、ここでもう一回フリーズを使っていって、ロイヤルチャンピオンもね、かなり伸びてますね。さあ、スーパーバーバリアンで手の届かないところを削り入れてます。ちょこちょこスーパーバーバリアンが追加されて、クイーンはい。わ。ギリギリクイーンが。ウォーデン。やばい？おでひになった。おでひレイジでなんとかここはカバー。フリーズかけて危な。なんとか突破することができました。さあ、あとはバルーン追加していって、スーパーバーバリアン。おでん。捕まった。フイヒーが生き残って、時間があればこの辺まで貫通することができて、ギリギリ間に合うかどうかなって感じですかね。さあ、破壊率の方は 90% ぐらいを近づいてきまして、スケルトンとスニーゴブでヒーラー使ってますね。破壊率はだいぶ伸びましたね。基本的なクイヒールートと、貫通のキングヒーロールートがね、キングウォーデンルートがね、強かったですね。対戦相手は割と真面目にやっていく感じなのかな。クイヒーラバレ。この人全開率高かった人ですね、確か。さあ、ドリルセットして、キングクイーンセットして、キングの方で、対空砲の額を狙っていって、ロケバルも2体ありますね。これどこに使うんだろう。危ねえ、釣られないか。よかった。キングルートはうまい。ナイスフィスト。フリーズ使って、ロケバルで迫撃砲切って、クイーンのルート強制か。ウォールブレーカーつけていく。フリーズ使いつつ。いやー、火力高い。火力高いが、クイヒーもレベルが上がってるので耐えていく。さあ、レイジ置いて。ヒーラーが。アイゴレでヒーラーが凍りましたね、今。強い、今のアイゴレ。優秀すぎる。さあ、アイゴレストライカーでロイヤルチャンピオンじゃないや、クイーンの方を処理していきつつ、ロイヤルチャンピオンのサポートをしていきます。で、バルーンを遅れて追加出しつつ。さあ、これもブーメランだけ先打ちしつつ、イーグル砲が飛んでくる。イーグルが優秀。
いや、今のアイゴレ強すぎたな。さあ、ボマー展開からの、こっちからの方が強そうだけど、さすがにヤンキーすぎて怖かったかな、それは。さあ、ラバルパートスタート。投石まではケアができました。イエティか中身は。さあ、ヘイストかけて、フリーズからのレイジトームを貸せる感じかな。インビジブルターンにバレないように。バレなかった。セーフ。外周部歩いてバルーン9体があるので、3時から回収していくような感じになりますね。ちょっと今のは食い火死んじゃうとさすがに厳しいですね。エアスイとレイジタワーの組み合わせがやっぱり食い火にとって苦しかったですね。HP が結構低めにコントロールされてたところで、とどめのヒーラーを凍らせるアイスゴーレムが入ったので、黒く打っても間に合わないという形だったので、ちょっと今のは運も悪かったですが、HP コントロールで低く保ってしまったのが事故の要因かなというところでした。そういったね、事故要素をできるだけなくすような形で、というのが難しいところですね。さあ、森尾さんは、ゴーレム3体と、ゴレビズですね。ウィザードが11体いた。なんでこれこんなユニット、あれなんだと思ったら、ウィザードが11体もいましたね。ゴレビズ。さあ、イエティサイドカットの食い火ですね。森尾さんはね、結構ゴレビズやりますよね。日本一決定戦の時もね、ゴレビズやってましたね。アーチャータワーはね、折るはずのイエティだったんですけど、折れなかったので追加でバルーンを合わせていきつつ、ウォールブレーカー、うまい。ユタを通していく。ジャンプでタウンホール食い火まで見ていく感じかな。このジャンプ強いな。ガクもこの前こういうタイプの配置にこれジャンプ使って誘導させてたんですけど、この食い火ジャンプ強いっすね。うまいな。スケルトンの呪文とかワンチャン置いてモノリスを降ろせるような感じにするのか、それともって感じですね。やっぱ出しましたね。テスラが出たので、テスラに対して、ペッカゴレウィズでサイドを流していく。めっちゃ夜村っぽい、これ。ペッカの。夜村ぐらいでしかペッカ使うんからな、今。シューターのためのタゲ取りのスケルトンだったんですが、ちょっと間に合わず失敗です。クイーン、クロークとインビジブルが被っていきましたが、ルートがそもそも強いので、いい感じに進めてますね。で、ホグラッシュの選択が良かったので、モノリスを折ることに成功。サウォーデンもつけて、タウン横のところをね、突破してますね。マルチインフェルノ先に降りたい。ナイス。そして裏からゴレウィズ使ってロイヤルチャンピオン合わせていって、ここからもゴレウィズつなげていって、面白い。ゴレウィズでつないでいく。兵器はシューターも使ってたね。そうか。呪文はもうないので、ブーメラン飛ばしていって、いろんなところからゴレウィズが集まってきて、投石の竹をゴーレムが取ってくれて、ロイヤルチャンピオン刺さっていって全開。ゴレウィズ強。バーバリアンでっかく見えるのこのスキン。強い。ガーサス。さあ、メック。エレクトロタイタン編成にアイゴレが2体入ってる形ですね。ベビドラとオーデンで両サイドをカットしてる感じ。ジャンプ2枚なので、もうシンプルに貫通していくようなイメージですかね。なんでチャスマックゲーミングだったんだろう。このマッチだと、なんか、運営側がクラン選ぶと思うんですけど、チャスマックの大会なのかな。
お出ひで投石まで降り切ったらスタートするのかな。まだ見る。逆サイイエティバルーン展開してクイーンを拾って、これ、スイッチ。ジャンプ使ってジャンプ、これ。ストライカーぶっ刺していきたい。クイーンから勝利。キング殴ってたのに、ライフオーラと、オーラダメージと、いろいろで、先にクイーンの方が結構。これからウッドランチャーなんですけど、リクスケに対してめっちゃ強いです。フリーズ外したけど、先に折れたんで、結果オーライ。ジャンプ使ったんですけど、ユニットがなかなかジャンプに反応していない。フォームは残ってるけど、クイーンはこれフリーズから入りましたね。クロックは残したいという判断ですが、ちょっと盾もいないので、これは、だいぶ流れちゃったな。サイドカットがうまくできなかったですね。サイドカットが大事というのがよくわかる。さあ、アイゴレもう一回フリーズが入ります。さあ、防衛側のアイゴレももう一回入っていって。レイジフリーズ。これきつい。これめちゃくちゃきついですね。どうする？ 2 枚目のジャンプももう使っちゃってるんだ。ランチャーがルート作ってくれてないので、壁破ってもらうしかないか、ロイヤルチャンピオンで取るしかないんですけど、モノリスまではなんとか突破ができまして、クイーンクロークはここで使うしかなく、キングが外周部削ってくれば、ロイヤルチャンピオンが一応タウンホールまでの道ギリギリ壁低かったんだけどな、クイーンさん。ロイちゃんがここはタウンホール触って、キングも来てくれた。キングとディギーでタウンホール触りつつ、なんなら結構余力あるようになっちゃったな、これ。さあ、ロイちゃんがクロスを降りました。降りれませんでした。時間あったらいけたんか、これ、ワンチャン。危な。さあ、クラウス、なんだこれは。大盛り8枚。突撃艦、なんだこれ、ホグバルーン。さあ、いい突イエティで投石のところまで届かせつつ、バーバリアンでチェック。見習いのウォーデンもいますね。見習いのウォーデンじゃないやつがいるのかどうか、ちょっとさておき。バルーン、ストライカー、ショテトーム。フリーズでエアスイ固めてヘイスト走らせる。いいテスラすぎる、それ。うわー。このテスラうま。絶対これ用じゃないけど、テスラうま。ヒーロー用とかなのかな。でも外周膨らませるような意味合いがあるテスラなんですけど、今のテスラめっちゃうまい。テスラで流れましたね。マルチインフェルノが残ってしまいました。ここからどうプランするか。ロイちゃんの方も処理できてないですね。大盛り8枚ってタウンホールサイドしか使い道なさそうだけど。そうなんだよね、やっぱり。ジャイアントからのイエティ。スケルトンの呪文でホグ。ストライカーが、イーグルが発動する。スケルトンは、ロイヤルチャンピオン。クイーンで触っていくような形を取りまして、大森、いいにイーグルが飛んでる。いやー、避けてる。投石。なるほど。面白いプランニング。さすがクラウスだな。ただ、イーグル砲が残っちゃうので、絶対にこれはこうなる感じだね。投石はスーパーバーバリアンがあんなに苦労してたのに、ホグで。いやー、キング使って、本来ならばこの辺が吹っ飛んでるっていう流れだったと思うんですけど、イーグル砲の存在を忘れてましたね。とりあえずユニット出したらこうなるわ。あとはウォーデンも使ってるので、ホグにこの呪文、見習いウォーデンを使ってくって感じかな。ジャイホグロイヤルチャンピオンどんどん追加していって、ロイちゃんにつけましたね。ホグ追加で。
珍しい。まあ、なかなか奇抜な編成でね、プランニングだったんですけど、刺さったらめっちゃ気持ちいい、綺麗な全開になってそうですね。各区画の削り方みたいなのに対する答えはしっかりあったんですけど、全てイーグル砲と初手のね、初手トーム失敗したところですね。マルチインフェルノも折れてないし、ロイヤルチャンピオンの処理もできなかったっていうところで、そこが決まってなかったらなんかきつかったですね。さあ、ジェネラル X スーパードラゴン4体、クローン、花火かな、ロケバル8体。本体ユニット4体だけのラッシュってね、もうこれ、クイヒと同じよ。クイヒスーパードラゴンも4体編成だし。お、突撃艦から初手花火、安いをかわして。うん。花火をかましていく。確かにこの初手花火強い。第1クロスも表して、マルチンフェルノ、ロイヤルチャンピオン、モノリス・オデンゾあたりまで狙っていきたいが、最後のインビジブルがもう使い切りまして、モノリス残っていきます。やっぱ、凸系のあれに感じると、少ないっすね、削りが。いやー、ナイスホーミングで残っていく。いや、面白い削りだな、でも。ローン1枚だとね、やっぱ削る量が少ないですね。ゆっくりゆっくり合流していきつつ、このバルーンはホーミングチェックも意味合いがありますね。放電のための、あれにもあるし。さあ、バルーンで盾取って、スーパードラゴンを刺していく。対空砲の方、折れました。ポイズンタワー嫌だな。フォーデンにとって嫌だな、これ、どっかっていうと。逆サイド、アイゴレキングを展開していって、ここでトーム、レイジまで置いてタウンホールをケアしていきたい。しっかりタウンホールの方はスーパードラゴン触れるような感じになってきましたね。で、落としていって、上に流れたスーパードラゴンがマルチインフェルノまで追ってくれそう。スケルトンの呪文が1枚あるのって、グランジョまで追ってくれたのもナイス。アイゴレ。スケルトンここに置いてきました。ストライカーとロイヤルチャンピオン追加。ピスト残ってんの偉いな。で、もう1枚ストライカーあるので、キングに合わせられそうって感じですかね。さあ、フィスト走って、スーパードラゴン強いな、やっぱこいつ。さあ、しれっと、第1クロスの方も止めていきつつ、フリーズですが、これはキングを巻き込みたいフリーズ。かけ直しましたね。失敗しちゃったんで。さあ、ここでモノリスに、全然関係ない施設全部飛ばしていって、その方が強い。さあ、これ、抱え込んでいって全開ですね。うまー。面白いですね。ナイスアタック。さあ、星3、クイヒーのスーパーバーバリアン61天才と。はい、真ん中ですね、これは。ほぼほぼ真ん中に打つと思います。で、残った方、多分左の方にクイヒーやって、右のこの、おでんじゃないわ。モノリスマルチ対1クロスで追って、ウッドランチャー、クイーンかな。逆でした。このまま左に流して、マルチインフェルノのところからウッドランチャータウンホールまでっていう流れになると思います。もしくは、キングウッドランチャーをでタウンホールまで取るパターンだけど、さすがに空飛にランチャー使うとは思うんで、の方が簡単そうだからっていう理由なんだけど。クイヒルート強いですね、これ。天才も強いし。さあ、イエティとスーパーバーバリアンで、富士の方をサイドカットして、クイヒのルートも確保しつつ、火力が低いですね、このクイヒルート。これが強い。スーパーウォールブレーカー2枚目までしっかりつけていって、富士の方もがっつりイエティーズで切って、
あとはキングの使い道ですね。うん、さすがにウッドランチャーはこっちから使い道を開けていっていいオルペか。マルチを先に降りたい。うん、ランチャーの攻撃も入ったので、ここは突破ができます。さあ、対地クロスの方も、ちょっと投石のタゲ入んないでほしい。ユニコーンは解けたけど、ランチャーにはスプラッシュ入ってないかな、これは。うん。ちょっと援軍の方もね、ランチャーが軽く飛ばしてくれつつ、道はできました。開けろい。いいアイゴレいいアイゴレ一発。さあ、ここで投石も固まることができて、さあ、キングに穴開けして、アイゴレキング。タイミングはウォーデンまで使っていっただけなんだ。アイゴレかな。さあ、アイゴレフリーズも入っていって、ロイヤルチャンピオンも追加して、これはロイヤルチャンピオンで投石区画を突破しつつ、まあ外部のところをスーパーバーバリアンで回収するっていう流れですかね。さあ、テスラが生えてくる。天才の跡地に生えてくるような使い方だったんですが、ロイちゃんこっち刺してるのでうまいですね。あとは裏からスーパーバーバリアンが襲いかかってフィニッシュです。数をめちゃめちゃ使っている。ウィンクロークでタウンホールまでは陸助来ますが、先に降りきれましたので、数で足りていって、ロイヤルチャンピオンも能力残っていって、ここまでトームを残していた。強めっちゃユニットいる。バーサス。こういうふざけた編成でもしっかり全開取れるのはさすがですね。さあ、ティマタスティック、クイヒーラバル。私はオデヒーラバルとかもね、結構やってた人なんですけど、15ではどういう攻めをしていくのか、突撃艦セット。おでんじゃない、バルーンからの突撃艦。トルネードまで入って、なんとかマルチまでは突破できましたね。バルーンを大量に追加して。で、3時にキング。そっちなんだ。この削り何だったんだろう、じゃあ。うん。キングの方は、投石のところまでは去ることができてますね。さあ、ウォールブレーカーつけて、イーグル区画伸ばしつつ、ベイビドラサイドカット。ベイビドラ3体目。早く。キングに飛んでるなら OK。さあ、ロケバルもキングに飛びつつ、次のイーグルもキングが拾ってくれて、フェニックスで、ナイス。イーグルにヒーラー飛びづらくなったって言ってたけど、例えば、こういう時に、クイーンがね、潜り込んじゃってるので、イーグル、なんかユニットね、即座になんかバルキリーとか、アーチャーとか出しとけば、ヒーラーが飛びづらいからなんか、次のターゲット何かで取れば、ガーゴイルとか出しとけばガゴに飛んだのかな。そういうのを今後とっさにやっていかなきゃいけないってことですよね。まあもともと結構そういうのを意識してやってるうん。僕は結構そういうのやってた側だったので、次のイーグルのタゲ何かで取れるかなとか。今後ね、ヒーラーにダメージ入らないの感じになるならより必要ですね。イーグル砲のね、射程の範囲内にクイーンは入ってたので、多分、タゲ飛んじゃうところだったので。シンプルなクイヒーラバルをやってるようなイメージですかね。ちょっとこれ、タウン前でルート崩れそうだけど。さあ、モノリスからも撃たれつつ、ヘイストトム、まだフリーズ5発あります。クロークも使って、ただバルーンがもうこれでラストですね。さあ、大量のフリーズとガーゴイルで裏から押していく作戦に出ました。さあ、真ん中貫通の方を第1クロスまで降り切りつつ、事前に6時あんなにカットしまくったの何だったんだろう。ベビドラ2体とバルーン大量に使って。
これ後で流れでやった方がイーグル砲の発動も遅くなるし、生存ユニットと合流できるから強そうなもんだけど。さあ、ウィズ島まで降り切っていきましたが、なんと 99% 間に合わない。さあ、ラストアタック来ました。一番奇抜な編成、カズマくんですね。アイゴレ3体スーパーバーバリアン。スーパーバールキリーにネクロ10体バルーン、ショテトームを合わせていくって形かな。そうなんですよね、これ。イーグルマジで、天才やんないと気づけないんだけど、俺も開発ビルドでこの編成やって気づいたんだけど、イーグル天才が、クエイク一発必須なんですよね。ライクに対して。じゃないと間に合わなくて。この試合でもう2本目なんでね、このミス。インビジブルタワーも発動している状況。先にクランジを飛ばしていってから、さあ、現れたタウンホールをようやく撃てるんですが、ちょっとトルネードでルート変わるか？変わったけど、ミスタップかな？単純にちょっと芝イン部が落ちちゃいましたね。プラン的にはこのマルチ降り切ってっていうこと考えてたと思うし、イーグル砲もね、感知しちゃいましたね。これはきつい。スタネクロとスーパーバーバリアン、スーパーバルキリーが展開されていって、スーパーバの後にね、バーバリアンがやっぱ来ちゃうんだよね。スーパーバルキリーなんていう口になってないので、言い慣れてなさすぎて、自動的にバーバリアンが予測変換で出てきてしまう。喋ってるとやっぱ予測変換で勝手にいっちゃうよね。さあ、いいアイゴレ入って、ネクロ10体のラッシュ。中心全部なくなったバージョン見てみたかったな。ちょっと初手ゲーの初手の部分を失敗しちゃうアタックが。やっぱ環境が変わるとこういうところでね、やっぱ、まだ気づいてないところが多くなって、特にね、最初は生まれやすいですね。あ、これダメなんだみたいなのがよくあるので、対戦で学ぶと、絶対次にね、忘れないっすよね。そんなアタックだとね、ちょっと、全然、覚えらんなかったりするけど、自分がやると覚えられるよね。ただこれ、イーグル折れてたらだいぶ強かったな。投石が。結局ここで死ぬ運命だったんか。だいぶ伸びてはいるから。82まで行きつつ、フェニックスが削ってくれて83、大工までは行って85まで伸びましたね。上のゴブリンも間に合ってたみたい。85%。さあ、本日ラストアタック。相手も、ようやく、バルキリー編成。もしかしたらガチってるかもしんない、これ。さあ、援軍はライドライン、なるほど。ライドラクローン。面白い。それ強そう。キングにタゲ吸われた。奥の呪文ターンにレイジ飛んでけば強そうだったんだけど。キングのせいで。タゲがキングに吸われちゃった。まあ。さあ、ゴレバルキリー、キングを展開していって合流をしていく。さあ、2ゴレ目来た。見習いウォーデンまで来た。なるほど。さあ、タイタンを置いて、バルキリーはまだ出さない。タイタン強い援軍と、スケルトンに対してめちゃくちゃ強い。バルキリー流す型ね。なるほど。最終バルキリー型か。確かに強い。バルキリー強化されてますからね。アップデ後、強化されたユニットとして忘れてますが。バルキリー強い。強いな。外周の施設切ることができる。強いですね。スケルトンでタゲ取りつつ、
ボムターと巨爆のところを受けて、ここ追加のバルキリーを出していって、ロイヤルチャンピオン。さあ、ボムターの攻撃受けちゃいましたが、新規のバルキリーがバネで飛んでいく2体も、強化されたのに、さあ、ウォールブレーカー使ってバルキリーのためのルートを作っていきますが、すごいバルキリー、区画の中に入ることができてる。フリーズを使っていって、キング、クイーンのところにね、届いて、リクスケを処理することができないんだったらバルキリーと呼べない。クイーンが、ちょっと変な壁殴っちゃった。ロイヤルチャンピオン、ブーメラン。惜しいのかな。とてライドラのレイジがね、中心飛んでくバージョンの気持ちよさを味わいたかったね。あ、そこ行くんだ、みたいな感じで、ちょっと、肩透かしくらいました。さあ、ちょっとの4倍速で最後見て、もうちょっと何かあればワンチャンガチであったかもしれんなぐらいのアタックですかね。本当に一区画最後届かなかった感じですね。さあ、78% です。さあ、終わってみて12対11と破壊率はかなり近かったですね。まあ相手の方は結構真面目に攻めてきてくれてたので、逆にね、ナビは小マッチ用の編成をやって勝ってしまうという、それがタウンホール15という環境ですが、前回難易度がね、アップで前よりは圧倒的に簡単にはなってる方なので、ちょっと奇抜な編成もね、スーパーバブリアンの使用率が逆に今日は高かったですが、珍しく、という対戦になりましたね。はい。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、グラジオまでしょう。さよなら。